こんにちは、スネドラです。ついこの間歩き遍路旅が終わったばかりなんですが、最近オミクロン株がすごく増えてきて、このままだとそのうちまたマンボウになっちゃうような雰囲気なので、慌ててまた四国に戻ってきました。前回参拝できなかった別格霊場の残りを今回は車で回ろうと思います。帰りは京都の東寺によって、乗満してから、戻ろうと思います。途中で仮眠を取りながら約700キロ走り続けて、やっと板野に到着です。今回は参拝できてない別格を、回るのがメインなんですが、ついでに先日歩いた遍路道を車でなぞって懐かしみつつ、ついでに観光もしちゃおうということで、遍路動画というより四国の旅行動画みたいになっちゃうかもしれません。それでは別格1番大山寺に向かいます。いきなり細くて険しい道です。お遍路標識がありました。どうしてもこういうの目がいっちゃいますね。懐かしいです。どんどん山を登っていきます。すれ違える場所が少ないので注意して登りましょう。山門が見えてきました。もっと上まで上がれるようなんですが、せっかくなので山門から入ります。別格霊場1番大山寺です。いきなり長い石段が出てきました。なんと260段程度あるみたいです。車降りていきなりのこの階段は正直きついですね。別格1番っていうんでもっと賑やかなところかと思いましたが、どうもそうでもないようです。朝一の大山寺は空気も張ってて山寺っていう雰囲気たっぷりですね。ただ標高450メートルということですごい寒くて、あんまり長居しないようにします。本堂と大師堂を参拝して農協所で農協印をいただきます。そういえばここで四国別格二重霊場用の納め札があることを知ったので、それを購入して、今後はそれを使いたいと思います。それでは次は別格2番の道覚寺に向かいます。今日は高知市内の宿を予約してるので、距離がねすごくあるんですよ。なので、急ぎ気味に走ることにします。歩き遍路中最大の難所だった正山寺の標識が出てきました。懐かしいですね。はい、道覚寺の駐車場に着いたようです。ここで車を止めて少し歩きます。今日は平日なので駐車場も好き好きで、車止めるのに困ることもなくてとてもラッキーです。別格霊場2番道覚寺です。いろは大師です。ここはお大師様が7歳から15歳までいろんなことを勉強した場所なんだそうです。道覚寺は2017年に火事で全焼しちゃったようで、幸いご本尊様は運び出すことができたようなんですが、今もまだ復興の途中なんだそうです。本堂と大師堂を参拝して農協所で農協印をいただきます。四国別格二重霊場のミニ霊場である遍照堂ですね。奥に何かあります。豊ヶ橋の野宿像に似てると思ったら、これやはり、豊ヶ橋の名前がありますね。それでは別格3番次元寺に向かいます。映像に取り損ねちゃったんですが、さっき道の駅ひなの里勝浦通ったんですよ。あそこから送迎車に乗ってここを右に曲がった、ふれあいの里坂本さんに泊まりましたね。職員室に泊まって綺麗な大浴場があってね、とっても素晴らしいお宿でした。山道をどんどん上がってるうちに絶壁が見えてきました。ここに環状ヶ滝っていうのがあるようです。お大師様が修行したところのようなんですが、パッと見た感じ水が流れてないですね。今回は見ないでこのまま上がっちゃうことにします。
雪ですね。視聴者の方からも聞いてたのでスタッドレスは履いてきてるんですが、慎重に走ることにします。はい、次元寺の駐車場に到着しました。大師堂はすぐそこにあるようなんですが、本堂はそこからさらに20分ほど上に登ったところにあるようなんですよね。今この位置で標高が550メートルぐらい、さらに上に上がった本堂は標高約700メートルぐらいにあるんだそうです。別格霊場3番次元寺です。このくらいの標高になるととっても寒いんですけど、本堂に行かないっていうわけにもいかないので、先に本堂に参拝に行こうと思います。案内では20分程度登るって書いてあったんですが、実際は15分ぐらいで本堂に到着することができます。今回は車で移動しているのでほとんど体を動かしてないじゃないですか。なのでこうやって少し歩けることが逆に嬉しくて、ホイホイで歩いていきます。途中にお大師様がいらっしゃいました。いい場所から素晴らしい景色をご覧になってます。ここは特等席ですね。正山寺はどの辺りにあるんだろう。見えるのかな。この先が本堂と穴禅城になります。穴禅城っていうのはお大師様が修行された鍾乳洞を穴禅城の先達に案内されて、ろうそくの明かりだけでとっても狭い穴を通り抜けていく修行なんだそうです。いやー、むちゃくちゃ気になりますね。はい、やっと本堂に到着しました。早速参拝しましょう。本堂の横にあるこの断崖絶壁の中に穴禅城があるようなんですが、どうも太ってる人とか体が大きい人は入れないみたいなんですよ。事務所の横に通れるかどうかテストする石板があるらしくて、ちょっと映像には撮り忘れちゃったんですが、幅26センチの間が通れないとダメみたいで、うちはねとても通れそうにないので、チャレンジするのはやめました。穴禅城は行ってこいで2時間ぐらいかかるみたいなんでね、今度改めてトライしてみたいと思います。続いて、大師堂を参拝して農協所で農協印をいただきます。次は別格4番サバ大師に向かいます。凍結してそうなところって下りが怖いんですよね。慎重に行きます。これ行きにもちょっと見たんですが、何なんだろう。横の看板見たんですけど何なのか忘れちゃってね。ただなんかアート作品のようなんですよね。何だったっけな。もし誰かこれが何なのかご存知の方がいたらぜひ教えてください。道の駅ひなの里勝浦です。この日は確か少し早めに着いて、次の日の鶴林寺大龍寺に備えた記憶があります。この頃はまだ昼飯がコンビニ弁当なのが嫌でね、文句言った記憶ありますが、今考えればとっても贅沢な話です。ここも歩きましたね。薬王寺に向かう途中の道で、ちょっとルート外れて歩いちゃったんですよね。でその先を左に曲がって少し行った小学校で、休憩させてもらったりトイレ貸してもらったりして、そこにいたおじさんからこの先の土佐街道を歩くといいよってアドバイスもらったんで、そこを歩いたんですが、ここ右入ったとこですね。なんと上に行ったらおじさんがいてね、あれと思った記憶ありましたね。すごい景色良かったとこです。これカニ横断注意の看板ですね。これも懐かしいです。この辺は第2回歩き遍路の最終日で25キロだけだったんで、余裕かまして歩いてたら薬王寺ギリギリになっちゃってね、慌てた記憶があります。鯛の浜にやってきました。この景色のいい休憩所がね、素晴らしかった思い出があります。横のこのトイレにはシャワーがついてたりしてね、夏の海水浴は相当にぎわうんだと思います。
この2階建ての休憩小屋に来た時はもうかなりへばってて、これ左にそれる俳句の小道歩いた時にはもうかなりヘトヘトでした。このたくさんの俳句を読みながら、俺たちも一句読んでみるかなんてね、恐ろしいことを言った記憶があります。この辺抜けてしばらく行くとまた山道を降りることになるんですが、この休憩所でもテンションだだ下がりだった記憶があります。あ、誰かちょうど休んでますね。久々にお遍路さんを見かけました。恵比寿堂温泉白い灯台が見えてきました。ここまで来れば薬王寺もすぐそこです。あ、向こうに薬王寺が見えました。今日は寄らずにこのまま行っちゃいます。ここからは第3回歩き遍路ですね。日和佐駅をまだ日の暗いうちから出て歩いてたやつで、初の30キロ超えをやった時です。ここの休憩所も休みましたね。裏にトイレがあってね、とても助かった記憶があります。麦の町に入りました。この辺を越えたら以前昼飯を食った揚子港っていう中華料理屋さんがあったんで、そこにねもう一回寄ろうと思ったんですが、なんと定休日でした。調べないで来ちゃってね、ミスりましたね。最初ね駐車場が空いてたんでラッキーと思ったんですけど、やってなきゃそれは空いてますよね。もう昼飯はとりあえず食べるのやめて、先に鯖大師に向かいます。鯖大師は前回も来たんですが、別格用の農協帳に書いてもらわなかったので、今回改めて参拝することにします。別格霊場4番鯖大師本坊です。この長ズバの屋根が低くて頭ぶつけるんですよね。前回ねぶつけた記憶があります。そういえば今思い出したんですが、ここの鐘楼の鐘がちゃんとついても音が小さいんですよね。今回もつくまで忘れてて、またしてもうまくつくことができませんでした。本堂と大師堂を参拝したら、別格用の農協帳に農協印を改めていただきます。今日の参拝はここまでで、とりあえず早く昼飯が食べたいですね。なんかないかなと思って探してたんですが、出てきたのがリビエラ獅子食いです。前回も泊まったとこですね。今まで車遍路は食事には困んないよなと思ってたんですが、どうもそうでもないことに気づきました。名前忘れちゃったんですが、しらす丼定食的なものと骨付き鶏定食的なものです。どっちもね美味しかったです。当時むちゃくちゃ感動した徳島と高知の県境です。何度もここでね映像を撮り直しした記憶があります。しかしもう高知県だなんて、やっぱり車は速いですね。この景色ね、ここひたすら歩いてもう本当に This is 修行っていう感じの道でしたが、車だと気持ちいいですね。ここがちょうどゴロゴロ海岸でしょうか。ちょっとゴロゴロ音を聞きに降りてみます。そうそう、ここでゴロゴロ音聞きましたけどね、今日ね波がないんでゴロゴロ音がしないんですよね。ほんとかすかにしか聞こえません。ちょっと残念な映像でした。この辺歩いてる時はもうこの景色も飽き飽きしましたが、車で走ってるといいドライブコースなんですね。室戸まで残り26キロです。これは気持ちいい道です。民宿徳増さんが見えてきました。ご主人が途中で荷物預かってくれて、とても楽に歩くことができた記憶があります。横道にそれて室戸水族館を見に行ってみます。廃校になった小学校を再利用してるんですけど、思ったよりも素晴らしくて驚いた記憶があります。懐かしいですね。青年大師が見えてきました。ってことはもう少し行くとミクロ堂ですね。前回は閉鎖して見れなかったんですけど、今回はどうでしょうか。
開いてますね。中に入れそうです。でも農協所が閉まってるのでヘルメットが借りられないんですよね。これヘルメットなしで入っちゃっていいのかちょっと気になりますが、せっかくなんで入っちゃいます。弘法大師修行の場所。洞窟が2つありますが、そのうちの左側がミクロ堂のようです。早速入ってみます。私ここでまた失敗しちゃったんですが、ミクロ堂って本来中から海を見て、空と海しか見えないところから空海と名乗ったというような逸話がある場所なのに、肝心の中から外を見る映像を撮るのを忘れてしまいました。せっかく中に入れたのにお前何やってんだと言われても仕方のない失敗でした。こっちの洞窟は神明宮っていうんでしょうか。なかなか雰囲気がありますね。三崎観光ホテルさんが見えてきました。ここのオーナーご夫婦にお嬢さんがすごいいい人たちで、調子に乗って話してたら一升飲んで次の日二日酔いというね、大失態をしてしまったところです。ここが保津岬寺を参拝した後降りてくるところですね。いやー、あっちこっち寄り道してたらだいぶ遅くなっちゃいました。もう夕方です。秋の駅前にあるホテル玉井さんです。ここで2泊しました。1泊は休息日にしたんですが、よく考えたらうち区切り打ちなんで休息日なんていらなかったんですよね。と思い出してちょっと寄り道してみました。ラッキーです。見れます。皆さん覚えてますでしょうか。江南市の辺りにある可動橋にうち寄ったんですけど、タイミングが合わなくて橋が降りちゃってて跳ね上がってるのが見れなかったんですよ。今日はね、偶然ですけど跳ね上がってるのがちょうどいい状態で見ることができました。いやー、貴重なものが見れました。リベンジ成功です。今もう橋が降り出してるんですけどわからないと思うので、200倍速で送ってます。でもやっぱりこういう作りの橋なので、やっぱり渡るときはちょっと不安があるのかどうかですね。せっかくなんで渡ってみようと思います。若干怖い気もしますけど、日本の橋ですからね、揺れたりガタガタしたりはしないと思うんですが、これ言われなかったらわからないですね。普通の橋です。すごい。可動橋を見てたらすっかり遅くなっちゃいました。もうすぐ日暮れです。あそこに見えてきたのはハワイアンカフェのガーリッシュさんです。ここのガーリックシュリンプうまかったですね。また食べてみたい。本日のお宿は明治7年創業の、浄世館さんです。ここは皇族も泊まられる有名な老舗旅館なんですが、部屋タイプお任せで朝食付きで税込み9000円というプランがあったので、泊まってみました。素晴らしいホテルだったので、浄世館についてはまた改めて別の動画でご紹介します。高知城のライトアップを一部浄世館からしてるみたいで、このボタンでね、ライトのオンオフができるんですよ。すごいですね。夕食を食べにまた広め市場にやってきました。どうしてもカツオのたたき食べたくてね、また来ちゃったんですが、オミクロンが心配なので混んでるようだったらやめようと思います。混んでますね。一見空いてそうにも見えるんですが、テーブルに着席できる人数を制限かけてるので、何気にテーブル埋まってるんですよ。で、この感じだとちょっとコロナ心配なので、残念ですが広め市場で食事するのはやめようと思います。でもどうしてもカツオのたたきが食べたいので、すぐ近くの店舗型の明神丸さんに、お邪魔しました。こっちの方がまだマシかなっていう印象ですね。お酒を飲みながら念願のカツオのたたき、もちろん塩とタレと両方をいただきます。やっぱり本場はうまいですね。いやー、高知来てよかったです。おはようございます。今朝もいい天気です。
今日はスケジュールに余裕があるので、先日ほとんど見れなかった高知城を見学してから、5番の大善寺に向かおうと思います。朝食のメニューはとても豊富で、しかもしっかり作ってある印象です。今回はホテルレビューがダイジェストになっているので、ぜひ後日アップする動画もご覧ください。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。すっかり歩き遍路をたどる旅になっちゃってますが、不愉快でなければぜひこれからもご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。